放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第59話、ユーマが選んだ世界。金星の光が甲板を包んだ瞬間、世界は息を止めたように静まり返った。閉じかけた門だけがかすかに鼓動しながら脈打っている。その縫い目の向こう、摩天楼の残像がまだ煙のように揺らめいていた。セレスもリーナも声を失っていた。ただ唇を噛みしめ、固唾を飲んでユーマの背中を見つめることしかできない。閉じるか渡るか、もう覚悟は決まっている。全てを終わらせる、それだけは譲れない。なのに視界の奥で薄れゆく年の影、交差点を走る人影、奇妙な金属の鳥が空を渡る音、まばゆい広告の光、胸の奥が痛いほど揺れた。帰れるのかもしれない。本当に喉の奥で乾いた笑いが漏れた。わかったよ。ユーマは低く笑い、肩の力を抜いた。母が選べばいいんだろう。言葉とは裏腹に指先は震えていた。覚悟はある。迷いも振り切ったつもりだ。それでも別れてしまう。ここに残るのか、それとも懐かしいあの世界の光が門の底で手招くするように揺れている。閉じるべき門、戻れるかもしれない呼気を、そして自分の選択一つで決まる未来。ユーマはゆっくりともうね手を伸ばした。冷たいけれど胸の奥が熱くなるほど懐かしい。俺は明かりが脈動し、選択を迫るように手のひらへ食い込んだ。門は閉じもせず開きもせず、ただユーマの決断を待つように揺れている。その時、背後から震えるような、でも確かに届く二人の声が重なった。ユーマ、切実で祈るような叫び。それはユーマの背中に突き刺さり、胸の奥の揺らぎを一瞬で溶かした。ああ、わかってるさ。俺はもう決めたんだ。その声に導かれるようにユーマの唇がかすかに動いた。俺は言葉の瞬くとほぼ同時に門を包む光がふっと強まった。海も空も船も世界のすべてが一角だけ金星に染まり、風のざわめくさえ消える。世界は次の瞬間どちらかに傾く。俺はこの世界に残る。その叫びが門を貫き、次元を、運命を、全てをねじ伏せた。黎明のしるべ印が呼応するように脈動し、放たれた刻印は胸の奥まで金星の本流を叩く込む。天に境縫い、しるべこう三つの特性が同時に立ち上がり、門を永遠に開かぬくさびへと変えた。鮮やかだった摩天楼の影が霧のように遠ざかり、粒子となって散っていく。さよなら。そのつぶやきにしるべ印の光がひときわ強く引けた。門を縫っていた赤い糸がすべてほどけ、世界へ金星の光が音もなく門は閉じた。裂け目は光の羽のように散り、すぐに消え去った。残ったのはただ夜の海と静かに揺れる波の音だけ。ユーマは肩で息をしながら甲板を見下ろす。そこにあったはずの黎明のしるべ印も最後の輝きを放つと淡い粒子となって無散していった。彼はゆっくりと膝をつき、手のひらでその場所をそっと撫でる。勝った。のにゃー。言いなが涙と鼻水でぐちゃぐちゃになりながら言った。ユーマは優しくうなずいた。ああ、もう帰れない。セレスが静かに近寄り、船べりに手を置く。でも見えたんでしょう。あなたが生まれ育った世界を。ユーマは目を細め、静かに笑う。そうだね、夢みたいに。一瞬だけ。でもいつか海風が変わる。もう魔力の風ではない。潮の匂いのする風だ。夜空には月が戻り、薄い光を海に落としていた。月の向こう、雲の切れ間にほんの一瞬だけビルの輪郭が浮かび、すぐに霞んで消えた。残像。
スが優しく微笑む。あなたが終わらせたのよ。言いなが両手を広げて飛びつく。ユーマ、無茶しすぎにゃ。3人はそのまま甲板に座り込み、海風を胸いっぱいに吸い込んだ。波が静かに寄せては返す。さっきまでの下空洞がまるで幻だったかのように、夜明け前の青空がどこまでも広がっていた。ユーマは最後にもう一度消えた門の場所を見合った。あの光景はただの残像ではない。現実の世界だった。胸の奥で刻印の脈がほんのりと熱を帯びた。ゆっくりと息を吐く。帰りろっか。セレスとリーナがうなずく。攻守で長い戦いに終止符が打たれた。だがユーマの心には閉ざされた世界の向こうへのかすかな憧れがまだ温かく灯っていた。陽光が港を金色に染めていた。数日ぶりの静かな朝だ。潮風には焦げた魔力の匂いも残っていない。代わりに魚市場の湯気と船大工たちの笑い声が混じって漂ってくる。ユーマは桟橋の端に腰を下ろし、靴を脱いで足を海へ蓋した。冷たいのに妙に柔らかい。戦いの後に触れる水はこんなにも違うのかと思う。イーナが屋台で買った焼き魚を両手に持ってニコニコしながら近づいてくる。ほら、これ朝一の一番にゃ。食べる。ありがとう。すっかり普通の匂いが戻ったな。にゃわはやっとお腹いっぱい食べられるにゃ。彼女はそのまま海辺に腰を下ろし、魚にかぶりつく。尾をパタパタ揺らしながら見上げた空は雲一つない。そうそう。イーナが口をもぐもぐさせながら思い出したように言った。エルムの妹イオナちゃん、完全に元気になったそうだよ。昨日エルムが港に来て大恩人です。で頭下げてたにゃ。ユーマは目を細めて笑った。そうか、よかった。少し離れたところではセレスが子供たちに魔法を見せていた。手のひらにほんの一筋魔力を流し込み、小さな氷の鳥や花を作って渡すと、子供たちは歓声を上げて走り去っていく。戦いの中で見せた氷の魔法とはまるで別物の繊細でただ美しいだけの魔法。セレスの横顔には微笑みがあった。いいな、こういうの。思わずこぼれたユーマの声にイーナが耳をぷくりと動かす。にゃー。いや、なんでもない。ただこうやって港に座って魚食べて海を眺めてるのがいいって思っただけだよ。そりゃそうにゃ。人間はずっと戦いっぱなしなんて無理にゃ。魚の身を口につけたままいるその表情がやけに明るい。遠くで船の鐘が鳴った。出港の合図らしいが、ユーマは立たなかった。今はただ潮騒と笑い声と子供たちのはしゃぐ音に包まれた。この平和な朝をかみしめたかった。この世界はまだ終わっていない。まだ間に合うんだ。彼は目を閉じ、小さく息を吸い込んだ。潮風の匂いは戦いの時よりずっと鮮やかだった。波は穏やかに港の石段を撫でている。陽光の反射が水面に揺れ、ユーマの方を照らす。世界は動いている。新しい日常の中で誰もが自分の場所を見つけようとしている。ユーマもまたその一人だった。次回は天才魔法使いルベリアとセレスの少女時代。